それでは5月のバレットジャーナルが完成しました。表紙はいつも通りこのように作ってます。今回はシール、ステッカーではなくて、ここに自分でプリンターで印刷した写真を貼ってみました。こちらはこの MT のブラウン、こちらのマスキングテープと、こちらがアリエクスプレスで購入したマスキングテープです。で、あとここに貼っているのも同じサイトで購入したこのロール状になっているステッカーです。これを切って貼りました。で、こちらに目標を3つ書く欄を作っています。そしてカレンダーのページです。たまにまたやってしまうんですけど、ここの線を一つ間違って書いてしまったので、後ろのページを切ってここに重ねて2枚重ねて貼りました。無印の付箋シール、これをここに貼ってみました。で、これを見ながらこちらに書き写していった感じです。で、今回はこちらの100個のウィッシュリストっていうページを作ってみました。これに関してはちょっとやり方があるので、後でもしよろしければ一緒にやっていただけるといいかなと思って、ちょっと後からご説明しようと思います。で、これもその続きなんですが、ここについても後からご説明します。そしてこちらがウィークリーページです。今月はこういう風に月曜から日曜まで縦書きにしました。で、以前こういう風に使ったことがあったんですけど、縦書きと横書きの主な違いは、タスク管理をするには縦書きが結構おすすめです。で、例えば今ちょっと書き込んでみたんですけど、こういう風に縦は時系列で、こういう風に日にちをまたいで終わらせないといけないこととかを書き込めたり、この日は5時までにこの準備をしておかないといけないので、それまでにこの日にやっておこうかなとか、事前に分かっている予定とかやらないといけないことっていうのを前の週の終わりあたりにこう書き込んでいけば、こうパッと見て、じゃあやれる時はいつかなとかっていうのを分かりやすいので、縦書きは、タスクの管理にはすごく向いてると思います。今までの横書きっていうのは、その日々の振り返りとか自分自身を見つめ直したい時に使うのにすごい合ってるかなと思います。で、ここに目標、達成したい目標を3つくらい書いています。あとは右上にいつも通り今読んでいる本とハビットトラッカーを書くページを作りました。で、下にウィッシュリストとトゥードゥリストをつけています。で、この縦書きだとその1日の振り返りを書くところがなかなかないので、こういう風に別ページを用意しました。で、今回こちら初めてちょっと作ってみたページなんですけど、これはデイリーログで1日単位でのその計画や振り返りをするためのページです。で、ウィークリーと同じようにこちらにゴール、目標をだいたい3つほど書いておきます。で、ここに、今日やるべきこと、タスクを書いておきます。で、このタイムトラッカーっていうところなんですけど、6から24まで書いてるんですけど、朝起きてから夜寝るまで自分が何にどれだけ時間を使っているのかっていうのを記録していくものになっています。で、ポイントはもう朝起きてから本当に自分の行動記録を逐一書いていくっていうものなんですけど、スマホのタイマーを使ってこのページをもう開けたままにしておいて過ごしてみるといいと思います。こんな感じで、その作業が終わるまでずっとこれをつけて記録をしていくっていうものです。本当に毎日やらなくてもいいので、1日とか2日とかでもやってみる価値は結構
あるんじゃないかなと思います。一日ちょっとこれじゃいけないなとか、もうちょっと充実させたいなとか、何か達成したい目標があるとかっていう方にはすごくおすすめです。で、下には一日の振り返りで、ここに今日の出来事とか感じたことやアイディアとか、そういうのを書く欄を一応書いてます。私このページを毎日毎日書くのってすごい大変ですし、時間がもしあっても結構手間ではあるので、何かこうテンプレート化できないかなっていうのはずっと考えてるんですけど、ちょっとそれをいつか実現させたいなと思っています。では、先ほど少しだけお見せしたこちらのページなんですけど、100個のウィッシュリストっていうものです。最近は皆さんお家で過ごさないといけない時間が増えて、逆にこう視聴者さんの中でもいろいろ自分を見つめ直す時間にしようと思ってますっていうコメントとかもいただいてるんですけども、そういった時のためにちょっと役立つかなと思って今回書き入れてみました。毎月ウィッシュリスト自体は書いてるんですけど、これは一つのワークみたいな感じです。で、ここに1から100まで数字が書いてるんですけど、一つルールがあって、20分、30分でもいいんですけど、決まった時間内に今自分がやりたいと思うこと、もう何でもいいんですけど、今でもいいし、これから先いつかやりたいっていうことでもいいですし、期限は別に決めなくてもいいので、もうひらめくままにここに何々を何々したいとか欲しいとかやりたいとかっていうのをバーッと書き込んでいくワークになります。で、ここでこんなの書いたらあんまり良くないかなとか、そんなことは考えないで書き出して、で綺麗に書こうとも思わなくていいと思うので、20分だと結構時間がないので、その中でどれくらい書き出せるかっていうのも含めてちょっと書いてみていただけないかなと思います。もしよろしければ、今ちょっとこの動画を止めて、バレットジャーナルではなくてももちろんいいので、ノートとかまっさらなページを見開き1枚開いてちょっと書いてみていただけませんか？はい、それではよければぜひ書いてみてください。じゃあ私もちょっと書いてみようと思います。すいません、ちょっと私は見えちゃうと少し恥ずかしいなと思ったので一回消してしまったんですけど、一応前は30分かけても70個くらいしか書けなかったんですけど、今は20分でちょうど100個書くことができました。で、どうでしょう、なかなか100個書き出すって結構難しいと思うんですけど、別にそれは100個書き出せなくてもそれは全然問題ないです。これをやると何がいいかっていうのは、思うままに書き出していく作業の中で、例えば小さい頃からの夢だったりとか、昔はこんな風に思ってたのにっていうようなことも1個か2個は出てきたんじゃないかなと思います。なんかこう日々過ごしていく中で、昔はこんな風な願望とか夢とか持っていたのに、いつの間にかこうやっぱり自分はできないよなって思ってしまって、なんかそういう夢すらも忘れてしまうっていうこと、まさに私はそういう体験あったなと思うんですけど、これをやってみることで本当は自分の心の奥底にあるやりたい思いとか、そういうのに気づけるワークになっていました。で、さらに言うと、このウィッシュリストを書く作業っていうのはただ単にワクワクして楽しいで実は終わるんではなくて、こういうふうに書き出すことで意識的に自分が行動としてこのウィッシュリストの実現に向かっていくっていうふうに言われたりもしています。で、100個書き出してみて、
で、優先順位が高いものにこう丸をつけてみたりとか、あとは達成できたら日付を書いていくっていうような、今までと同じようなやり方で使っていただければなと思います。そして最後がこちらのバケットリストのページです。私は今回ちょっと自分のバケットリストに通ずる写真をちょっと印刷して貼ってみました。でも全然わざわざプリントして貼らないといけないっていうことではないので、ここで考えてみるといい内容っていうのは、バケットリストっていうのは、もし人生があと何年かで、例えば5年で終わってしまうとしたら、私は何をしたいんだろうと考えるものです。普段の生活ではそんなことはなかなか考えないんじゃないかなと思います。今せっかく100個のウィッシュリストっていうのを考えていただいて、ちょっと気分が自分のやりたいことっていう前向きな方向に向かっている状態に慣れているんじゃないかなと思うので、できれば5つくらい、絶対にこれはやらなければ後悔してしまうだろうなっていうようなことを5つくらい書き出してみて、1位から5位まで順位付けまでしていただくといいかなと思います。このお話をするのは今回初めてなんですけど、バレットジャーナルをこれまでご紹介させていただいてきて、このバケットリストっていうのがバレットジャーナルでの一番大切な部分なんじゃないかなと思っています。やっぱり限りある人生において、自分が本当にやりたいと思うことっていう最も大切で同時にとっても難しいこのテーマにどう自分なりに向き合っていくか、そのためのツールがバレットジャーナルなんじゃないかなと私は思っています。具体的な方法としては、これまでも何回もお話はしていますが、毎日5分バレットジャーナルを開いて、1日の中で自分が幸せだと感じたことや考えたことをこの一冊のノートに記していくことです。そして今日過ごした時間は自分の思い描く未来にとって本当に必要な時間となっていたかっていうのを繰り返し考えていくことです。そうやって毎日5分だけでもバレットジャーナルを使って振り返ることが、きっとご自身にとってとても意味のあるものになっていくと思います。ということで、これまでどうやって月の目標を立てたらいいでしょうかっていうご質問を結構いただいていたんですが、それに関しては今回の100個のウィッシュリストとバケットリスト、ここに通じてくるものに設定するのがベストだと思います。ただいきなりそこが通ずるようになるっていうのはなかなか難しいことではあると思うので、まず今日のやっていただいたワークの中で、そのワクワクした気持ち、本当の自分のやりたいことは何なんだろうっていうことをまず考え続けて、でその気持ちを大切に育てていっていただくことが、結局ここのバケットリストの達成につながってくると思います。それでは今回5月のセットアップと100個のウィッシュリスト、バケットリストのご紹介でした。このお時間が皆さんにとって少しでもプラスになるととても嬉しいです。毎日の振り返りの書き方については別の動画でもご紹介しているので、そちらをご覧いただければと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。